皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、朝日新聞の論説委員が一体どれだけ妄想と事実誤認に基づいて記事を書いているのかといったことについて焦点を当てていきます。というわけで今回のニュースはこちら。渓谷で起きたボイコットジャパン、日本への旅行をやめようといった運動などを通して政権批判を行う朝日新聞の主張というものを見ていきましょう。それではここからはニュースの記事を読み上げていくのですが、今までと違う点が一つあります。それは記事の途中であっても私がここは問題だといった言葉を差し込むようにしました。今回の記事の場合、特に突っ込みどころが多すぎるために全部読み上げていったのでは少し聞いている皆さんにとってフラストレーションがたまるのではないかと思ってのことです。それでは改めて記事を見ていきましょう。安倍政権の強硬策が生んだ渓谷市民の日本離れ、函館哲也朝日新聞論説委員。今回記事を紹介する論座は朝日新聞社のサイトです。渓谷社会のパンドラの箱を開けてしまったのか、徴用工問題で渓谷のムン・ジェイン政権を動かそうと日本政府が踏み切った輸出規制強化は歴史問題であっても黙ってはいないという安倍政権ならではの試みだった。だが実際にこれまでに起きているのは事態の打開どころか、渓谷の長年の課題だった日本依存からの脱却である。まずここで最初のポイントですが、日本政府は輸出規制強化などは全く行っていません。このあたり、朝日新聞という一つの報道機関に勤める論説委員がすでに事実誤認をしているという問題が発生しています。ソウルのバスで聞いた、もう日本はいいかな。昨年暮れ、ソウル中心部、青瓦台と呼ばれる渓谷大統領府近くに向かう小型乗り合いバスは、何人詰め込めるかを競っているかのように超満員だった。ブレーキを踏むたび、釣り側を持ったままの我が身は傾くが、元のまっすぐな体勢に戻れない。バランスを大きく欠いたやじろべえ状態に何とか耐えていると、座席にいる2人の女性、職場の先輩とみられる女性と後輩とおぼしき女性の会話が耳に入ってきた。先輩、あなたこの前1週間ぐらい休んでたよね。どっか行ってきたの？後輩、小声でつぶやくように、こんなところで言っていいのかな？先輩、大丈夫よん。後輩、声を潜めて、ゆふいん。先輩、後輩、口元を右の人差し指で押さえ、先輩、こちらもひそひそと。で、どうだったの？後輩、耳元で、もう最高。3年ぐらい前に行った時は、温泉はごった返して、朝食ビュッフェもだいぶ並んだんだけど、今は余裕。行くなら今よ、オンニー。オンニーとは、女性が目上の女性を呼ぶ時のお姉さんの意。先輩、でも私はもう日本はいいかな。何回か行ったし、やっぱ今はベトナムっしょ。なんということのない会話だが、渓谷社会の雰囲気や日本観、最近のトレンドが詰まったやりとりだった。さて皆さん、この記事ですが、果たして現実に起こった出来事だと思うでしょうか？私はこれを最初に読んだ時、完全にこれは創作ではないかな。つまり、ライトノベルの分野でいうところの下手な文章の見本じゃないかなと私は思いました。この記者は、最近のトレンドが詰まったやりとりというのを表現するためにかなり無茶な日本語を使っています。最後にベトナム首相というつけたあたりなどは無理な言葉遣いを様々混ぜ込んだためにかなりありえない感じになっているように私には思いました。皆さんはどう思ったでしょうか？訪日客数は急落、前年比200万人減。日本の観光庁が出した1月17日の発表によると、昨年に海外から日本に訪れた旅行者数は前年比 2.2% 増の約3188万人だった。中国や東南アジアなどからの訪日客が軒並み増えた中、渓谷は約200万人減、753万人から558万人と急落した。渓谷からの訪日客は昨年6月までは前の年を少し下回っていたものの、夏からの巻き返しで記録更新に期待がかかっていた。そんな矢先の7月、日本政府が徴用工問題での渓谷への報復措置を発表。それに反応して日本を訪れる人が一気に減った。8月からの半減の勢いは止まらず、結局トータルでは前年比 25% 減と激減した。日本政府は五輪イヤーでもある今年は訪日客4000万人の達成を目指す。2018年に3000万の大台を突破した時の内訳を見ると、4人に1人が渓谷から、その隣国からの失速は大きな痛手となった。
さっきのバスの中での会話のように、K国では今、歴史や国際問題に関する思想信条に関係なく、旅行先に日本を選ぶこと自体がはばかられる雰囲気が漂う。そんな中でも大分湯布院を訪れた後輩とみられる女性のような人がいるので、なんとかつながっているのが現状だ。またこの記事の中でも大きな間違いがありました。日本政府が徴用工問題に対する報復措置を発動したというのです。果たして皆さん、去年日本政府が徴用工問題に関する報復を日本が何か行ったでしょうか。この朝日新聞の記者は何か妄想に取り憑かれているのか、ありえない現実を見ているような気がします。むしろこの動画を見ている皆さんであれば、日本政府は一体なぜ強制徴用工問題に対するあの国に対する報復措置を取らないんだろうと考えているのではないでしょうか。ソウルの観光業界の関係者は言う。日本旅行ブームが続くかどうか、昨年夏は重要な時期だったが、そこに日本政府の措置が発表され一気に失速した。日本に反発しない人も他の旅行先を考え始めた。現在のトレンドは東南アジア、とりわけベトナムなどに移り始めている。安倍政権は昨年夏、徴用工問題で警国政府が責任ある対応を取っていないとして、輸出規制強化という手荒な方法を選択した。ムン・ジェイン政権を動かすためには何が必要かを協議する中で、官邸は各省庁に報復案の提出を迫った。その際の条件として、最も重視したポイントの一つが、インバウンド、訪日外国人客をはじめとして、日本経済に被害を及ばさないことだった。警国政府が重い腰を上げざるを得ないほどの痛みを与える必要があるが、自らは傷を負いたくない。人々の交流や経済が密接に絡み合う隣国関係にあって難しいお題であるものの、安倍官邸の机の上の予想では、経済報復はうまくいくはずだった。しかし日本の決断は全く功を奏することはなかった。それどころか、警国の市民らの間にこれまでとは異なる大きな流れを作ってしまった。警国では政治の懸案を経済分野に飛び火させた安倍政権に対する反発が今もくすぶっているが、それだけでなく、そんな政治的な色合いが薄い市民にまで日本離れを覚醒させてしまった感がある。日本の外務省はこれまで毎度歴史認識問題でつまずかない普通の関係になるべきだと訴えてきた。植民地支配という暗い過去があったからといって、警国も事実上先進国の仲間入りをしたのだから、日本にももたれかかるなとの主張だ。あるいは、たとえ歴史の問題で対立しようとも、経済など民間の交流は強めていく、政令系熱はせめて維持すべきだとしてきた。だが、今目の前に繰り広げられているのは、植民地支配をめぐる歴史認識問題が一層熱を帯び、これまで両国関係の良い部分を支えてきた経済や文化の交流が冷え込むという真逆の展開だ。日韓関係が改善すると、民間の交わりは幾分か持ち直すだろう。だが以前のような活発さを取り戻すのは極めて難しくなった。日本の世論調査では高く評価される警国への対応であるが、安倍政権が選んだ強硬措置によって失われる代償はとてつもなく大きい。朝日新聞の記者は、もうトレンドは東南アジアに移ったよと書いているわけですが、この朝日新聞の記者の妄想というものが砕かれています。警国、日本製品不買続くも、旧正月の海外旅行先一番人気は日本製品不買運動が続いている警国だが、旧正月連休の旅行先として日本が人気という調査結果が出た。20日付で警国ニュースワンが伝えた。旅行予約サイトアゴダによると、旧正月連休中の宿泊予約データを分析した結果、警国人に最も人気のある海外旅行先は日本で、2位がベトナム、3位がタイだった。2018年、2019年もベスト3は同じだったという。都市別では、1位がタイのバンコク、2位が日本の福岡、3位がベトナムのニャイチャン、4位がベトナムのダナン、そして5位が台湾の台北、6位以下はセブ、東京、グアム、大阪、バリとなった。この記事でもわかるように、旅行先ナンバーワンは日本です。そして、この記者が言っていたように、今はベトナムが熱いよなどと言っていますが、2018年、2019年ともに旧正月の旅行先としてベトナムはベスト3にもともと入っていました。この記者の頭の中は少なくとも2018年より以前の情報しかなかったのでしょう。記事の中で何度も私がツッコミを入れているのですが、この論説委員の書いたこの記事の中には、事実誤認や
偏見、さらには妄想といったものがかなり入り混じっているのではないかと私は思っています。特にその象徴的な場面というのがこのバスの中における会話です。果たしてこのような会話というものが皆さん存在すると思うでしょうか？もちろんこれを存在しないと私が証明することは不可能です。たとえ創作であろうと妄想であろうと、ファンタジーの世界として彼の頭の中に存在していたとしても、それが現実世界にあったかどうかなど誰にも存在は証明できないでしょう。同時にこれが存在しないのだという証明についても不可能でしょう。ですからこれは書いたもの勝ちの世界だと私は思います。この話というものがかなり間違っているなということを証明するために私は2つ目の記事を用意しました。この記事というのも本当は必要はありません。そもそも私がほんの一つ前の動画の中で、現在あちらの国においては中国で今起こっている感染爆発によって中国との間における航空便がかなり厳しい状況にあります。そのため中国との航空便については休止もしくは廃止といったような非常に厳しい事態に直面しています。そのような状況にあって日本便を増やそうという動きも強まっているのです。さらにはすでにこの日本便というものの搭乗率も以前に比べればはるかに改善しています。ボイコットジャパン運動が一番盛んだった8月9月といったあたりにおいてはこの日本便の搭乗率が 50% 近くまで下がったというような航空会社もありました。しかし現在においては便数を減らした関係もあり、搭乗率は 80% すでに黒字路線化しています。その上先ほども述べたような中国との関係によって日本便をもっと増やそうという時期です。なぜ日本便を増やすかといえば、このアゴダという旅行サイトの中で触れられているように、日本への旅行というものが人気だからです。すでにあちらの国の人たちは、つい数ヶ月前に日本への旅行をみんなでやめようと言い合っていたことなどは、すでに完全な過去のものとして、今は日本への旅行を楽しもうという方向に舵を切っています。ここで少しだけこのアゴダというサイトについて説明をしておきましょう。インターネット上にはホテル予約サイトというものがあります。世界中のホテルを対象としたこうした予約サイトで有名なところでは Booking.com などもありますし、このアゴダというサイトもそういったホテル予約サイトの大手です。アゴダで取り扱っているホテルの掲載件数は75万件。アジア地域においてはこの掲載件数というものが一番多いのだそうです。ですからデータとして引っ張るそういったサイトとしては非常にふさわしいサイトだと言えるでしょう。ですからあちらの国の人たちがこのアゴダのサイトから一体どこの国に向かうのだろうかというデータは彼らが建前で日本はやめとこうと言っているのとは全く別のデータとして出てくるのです。表向きは日本へ行くのはやめようねという話をしつつも、実際には旅行予約サイトで日本行きというものを検索し、そして実際に行っているというのですから、こちらの方がデータとしては非常に重要なのです。結局のところ、お隣の人たちにしてみれば、こういったボイコットジャパン運動というものは一つの反日運動としては確かに共感はできるものの、それとこれとは別、日本というものを利用し尽くそうという擁日の考えというものは捨てられるものではないのです。そして、この朝日新聞の論説委員は、この観光業の動きをもってして安倍政権の批判を展開していくわけですが、ここでもやはり政策の本質、どこを指摘すべきかといった点についても間違いを連発しています。例えば、渓谷から来る観光客が減っているぞということを指摘しているのですが、日本の訪日観光客というのは2019年は3200万人余り全体としては伸びています。日本にやってきて一番お金を使わない、そういった消費動向を見ていると、この200万人減ったというもの以上に多くの他の国の人たちが来たことによって日本で使うお金、消費総額というものも伸びています。ですから、渓谷から来ている観光客が減っているということを指摘するのも、これも大きなビジネス感覚の欠如と言えるでしょう。ただし、このような話をしたからといって、私が安倍政権の観光立国政策に大賛成しているかといえばそうではありません。そもそも日本の基幹産業に観光業を据えるというのは大きな間違いです。あくまでも基本的な産業があった上にプラスアルファとして観光業もあればいいなというそういった位置づけであるべきなのです。なぜならば現在の中国で起こっているような出来事を見ればわかるように、ある日突然何かの出来事でパタリとこの観光業が衰退するということは非常に起こりやすい出来事なのです。しかも現在安倍政権の掲げている目標というものは
人数を数値目標としています。そのために近場の国からの人たちばかりに目を取られ、そのために渓谷から来る人たちというものが非常に割合として多いです。1位は中国です。この何が問題かといえば、中国とは政治的な問題が発生していますし、お隣の渓谷についても同じことが言えます。そういった問題に加えて、渓谷の人たちは世界からやってくる観光客の中で最も消費額の少ないということが有名です。それが一体何が問題かといえば、答えは簡単です。税金の無駄遣いだと私は指摘したいのです。渓谷から来る人たちが世界でワースト1のお客さんであるということは明らかなのですから、そこにお金をかけるというのはビジネス上においても大きな間違いですし、このビジネス上の間違いというそのお金の元となっている政策、そのお金というのは我々の税金です。ですから、この動画を見て日本政府はもっと税金を無駄遣いしろという人はかなり少ないでしょう。なるべくならお金は賢く使って、より小さなお金でより大きな効果を目指すというのが税金の使い方としては非常に評価されるべきだと思います。そうした意味にあって、世界ワースト1の観光客であるあの国の人たちを優遇するというのは大きな間違いです。あの国から来る観光客が減って、それ一方で世界中の国から来ているお客さんが増えて、全体として数値が伸びたというのはむしろ良いことなのです。しかし、現在のこの人数というのは明らかに今の日本にとっては過剰な人数であり、観光郊外といったものが指摘されています。ですから私が目指すべきだとしているのは、数値目標で目指すのはもはや人数ではなく、消費額に目標を変えなければなりません。お役所の人たちというものは数値目標として人数が掲げられていたら、もうちょっと人数を増やさなきゃいけないなという思考になりがちです。一方で、消費額というものを伸ばしていこうと考えた場合に、渓谷の人たちを呼び込もうという考えは明らかに失敗なのは明らかなのですから、世界中の人たちに宣伝していかなければならないと、基本的な行動が変わるのです。こういった政策の本質についてもっと改善しなければならない点があるのは明らかなのにもかかわらず、この朝日新聞の論説委員は政策の本質的な部分については一切批判せず、上辺の部分だけで少しつついただけで何か政権批判を私はしているんだぞというポーズをしています。このような人が論説委員などという一つ高尚そうに見える肩書きを持っていること自体が朝日新聞という報道機関の質、レベルというものを示しているのではないかと私は思います。皆さんはこのニュースを聞いてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。